来ました年に1回のスペシャル大イベントです。何がスペシャルかっていうとですね、車検ですね。はい、もう健康診断みたいなもんでですね、年1回。去年の動画見ていただけたら、こんな感じでございました。大体どんなもんかっていうのは分かるかなと思うんですけど、去年はね、結構行ってしまったんですが、今年はそれの3分の2ぐらいの金額で収まればいいかなと。で、もう今すでに交換しなきゃダメだなっていうのが、ギアボックスっていうんですか、フロントのブレーキパッド、ガソケットが直せるようだったら直したいかなと。あとは特にですね、不具合はなく、前回上げた動画で皆さんからいろいろコメントいただいて、もっと車を大事にしなさいということでですね、もうちょこちょこ何かこう異音がするなっていうたんびにですね、スカイオートの方持ってって見てもらったりとかしてたんで、なので今年はね、多分それ以外何もなく収まってくれるんじゃないかなと思うので、引き続きご覧ください。では行ってまいります。です。すごい売れたんですね。白いの。意外と漏れが意外と収まったりして。今地面垂れてます。垂れてます。はい。あとはギアボックス変えるんであれば、本当はピットバーム、ギアボックスのアームに切り替えちゃった方がいいですね。ピットバームって本当に折れるんで、結局捨てるギアボックスの直なんで、折れるともう舵取れないですよね。やばいですね。やばいですよ。で、折れてるのも何度かあります。多分納車整備で変えてるか、それぐらいの勢いですね。こうなるともうこのアームとつながってるもんなんで、走ってる時やばいですね。そうなんですよ。行ってきますか。行った方がいいですよね。やります。ハンドル折る時はハンドルこうやって切れちゃって止まっちゃったら、もうこういうのがこっちが出るんですけど恐ろしい車ですよね。やばいですね。ただ H1 は毎年逆に足はもろくできてるんですよ。キキャビンを守るために。さあ、なんか聞いたことありますね。はい。あとはあれですよね。ブレーキパッド前輪かな。あとですね、水温計がやっぱりなんかちょっとやたら高いんですよね。はい。220ぐらい。ちょっと2万とか右いっちゃうから。はい。あとはこの間ちょっと電話で話したパワー食っちゃうみたいなエアコンつけると。あれは今日は大丈夫だったんですよ。だから聞きましたね。はい。低速時だと。はい。そうっすね。まあ今こうやって車歴をちょっと順番に見ていくと、いや北海道って話聞いちゃうこっちもちょっとやっぱりねプレッシャーですから。プレッシャーですよね。まあ何やっても困ってると思いますからね。そうですね。まあ用心する人は FSD もね、車が届くぐらいですからね。ダメだったら送りますから。わかりました。はい、すみません。ありがとうございます。スカイオートさんの方から中間報告の方来まして、もう去年からやりましょうって言ってたギアボックス、それからブレーキ関係ですね。で、僕の中ではですね、整備入れて40万ぐらいで収まれば御の字かな。ギアボックスがね高いんで、あれが上さ25万とかそれぐらいするっつったかな。あとブレーキ関係ですか、プラス整備とか入れて、40万ちょっとぐらいで収まれば、前回が60何万とかあったのかな。今回そんなね大きなものとかギアボックスぐらいかなってことで出してきたんですが、やっぱりねあいつはねシナリオ抱えてますよ。ものすごい来ましたね。びっくりですね。いろいろですね。そこもみたいなのがいろいろあって、どうしましょうかって連絡来たんですけど、今回ちょっと長い旅をして動画の撮影をしたいなっていうのがずっとあって、ただやっぱそのためにはちゃんと整備をしてもらって安心して行きたい。しっ
っかり見てくださいってことで見てもらったら、まあいろいろ出てきましたね。で、まずさっき言ったステアリングのギアボックスで、ここにピットマンアームっていうですねギアボックスがあって、そのピットマンアームっていうのが出て、で前輪にこうくっついてるらしいんですけど、このピットマンアームっていうのがまだ僕交換してないんですよね。でこれはやっぱり消耗品なんで、ある日突然こうパキンって折れると。これが折れるともうハンドル操作が効かなくなっちゃう。で大体このギアボックスを変える時はこのピットマンアームも変える方が多いですよと。でもちろん変えなくてもこれを抜いて新しいの入れて刺せば一応は使えるけども、この抜くのも手で抜くとかじゃなくて、やっぱこう機械で力入れてパキッて抜いてバコッて入れるらしいんで、そのやっぱりここの挿入部分のところが傷むと、明らかに強度が弱くなりますよって言ってたんで、オーナーズクラブの方でも走行中にこのピットマンアームがパキンって折れたことがある人がいて、その時はもう本当に焦ったっつって言ってたんですよ。実際ね、そんなことになったらもうハンドル効かないんでブレーキ踏むしかないんで、ね、高速で100キロとか出したらもうね、もうあと頼むわみたいな感じでもうブレーキ踏むしかないから、それはちょっと嫌だなっていうことで今回一緒にそこを交換します。であとはブレーキの、パッドとローター、これも変更ですね。それ以外に水温計が上がるってところ、ね、今まで何回かあっていつもチェックしてもらってたんですよね。大丈夫だった。もう水温は適温に入ってて、ただメーターがアナログメーターなんでこれが誤差があったっていうので、今回もそういうのかなと思ったらどうも違って、まずですねクーラントが全部漏れてた、空っぽだったらしいんですよね。直してもらって足してもらってもう一回テストかけたらしいんですけど、水温が下がらないで、さらに辿ってった時にクーラントをエンジンに送る弁があるらしいんですよ。エンジンが熱くなったらその弁がパカッと開いてクーラントが流れてエンジン冷やすみたいな感じなんですかね。そのパーツが動いてないと。でこのパーツは納車整備の時に必ず交換するもので、使い音が納車された時に1回交換した。だから8年9年ぐらいそのまんまだったんで、それどうしますかみたいな。まあどうしますかも何ももう変えてくださいみたいな感じでそこ変えてもらって、 CTIS もいろいろ見てもらったらエア漏れを起こしてたんですよね。タイヤの部分についてるところじゃなくて、バッテリーもですねもう5年前に交換したんで、いつもターミナルが潮吹いてたからこれ変えなきゃダメだってことで、その2機ちょっとねやばいっす、マジやばいっす。過去最高になるんじゃないかっていうぐらいの勢いなんで、それは改めてですねご報告させていただけたらと思いますね。多分みんな飯がうまくなると思いますので期待しててお待ちください。おう、お帰りなさいませ。やっと戻ってきたよ。まあ上の方は一通り、いつもと一緒な感じで、今回リアのサイドスリップっていう遠いが若干ずれてたんで、調整してあります。車検とは関係ないんですよ、リアって。ただリアそのまましてどんどん断米切っちゃうので、リアのサイドスリップは。それやってあります。であとはエンジンオイルも交換したんですけど、量見たら若干1リッターぐらい減ったんで補充してあります。ありがとうございます。あとブレーキオイルとあとベルトがダメだったんで、このホースがもう直接メーターでここにかかってる圧が、それはメーターです。若干ただその状態なんで、この辺につなってもこれぐらいなんで、ちょっとこのまま様子見って形で剥がしちゃいます。わかりました。ヒーターバルブのこの合わせ、劣化したね。みんな持ちなんですよね、古くなってくると。このこの周りに合わせがパチンとあってコントロールから、これが要は閉じてるとヒーターが室内に水回るようになってるんですよ。なるほどなるほど。でこれが開くとクーラントの水がこっちに始めに流れるんですよ。ヒーターオンの時はこれが開いた状態になってて水が流れるんですよね。でエアコンの時はヒーター使わないじゃないですか。そうこれでピュッと閉じて水がここで U ターンするってだけです。とピットマンアームとサーモスタット
はいはいはい。これで、あとはこれがフューエルフィルター。はい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 。もともと真っ白なんでフィルターって結構汚れてますね。でこれがもともとダメだったバルブを、はい。あ、さっきの部分ですよね。はい。あとパッドと、はいローターがどこか、ローターがもうサビサビになっちゃう。ああ、本当だ。これがあれですか？ギアボックスです。ギアボックス。あ車外のやつだと、はいこのリングがえ一体型なんですけど、普通別なんですよ。はいはい。純正はリングが別で、フィルターが一体型、フィルターがあってリングが別にあるんですけど、はいこれ燃料漏れそのうち起こすんで、純正にあ戻してあるんで、うちも最初頃やった時これ燃料持っちゃうからもうやめちゃったんですよね。あ、そうなんですか。ええ。これは動画に使って。これ大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか。これ社外品です、これ。あ、了解です。うちも昔は何個かあったんですけど、結局ダメで、はい。ここと、はい。ここをつなげるところです。あ水がこういう風になって、はい。ホースがこう入る、これサーモサットが。はい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 。基本は一緒です。はい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 。ここに水を入れて、またここからあY の字っていうんですかね。あ。はい。で、ここからみんな持っちゃうんですよね。持っちゃったんだ。やばい。えらいことになってますよ。絶対飯うまい動画にしますからね、これね。まあ一年車検だ、どうしても車検と一緒だとね、はいはい、そうですよね。余計な感じなんですよね。はい払った金額一緒なんですけど、気持ちの問題というか。そうなんですよね。金額は一緒なんですよ。いずれ払うものだから。例えばギアボックスは前の時点で分かってたものがギアボックスだけどっかで半年ぐらいで扱われれば、はい多分ここの気分的にはもっとね、そうですね。だからまあ気分の問題になっちゃうんですけどね。あとはこの1年間しかない車検でまた修理で預けるっていうのがちょっと車検の時でいいやみたいになっちゃいますよねなっちゃいますよね。確かにそうなんですよね。じゃあお会計はいをさせていただいて、いやー来ましたね。もうこれんなことがないことを祈って、はい。あいつ次第ですよ。そうですね。けど見送ったのははい。前回から伸ばしてるトランスファーのワイヤーぐらいなんで、何でしたっけそれ。四駆の切り替えてるところですよ。あーで話したらそのワイヤーがはい本気でかかってるから、ええただ切れてはないからまだとりあえずっていう話で。切れた時でも大丈夫ですか。切れても皆さんで切れて、あ、切れちゃってから変えなきゃぐらいなんですよ。じゃあはい、切れた時に、ええ、そうです。そうですね。そうですね。とりあえず20をはい。入れまして、はい、確認しますね。あとは楽天ポイントで、はい。欧州車はだから下手すら安倍車なんかだと下手すらゼロ1個多いですからね、欧州車の方が部品。そうですよね。まあ浜田もなかなかですよ。そうですね。本当にいやもうね、2年に1回じゃないですからね、毎年ですもんね。確かに A ちゃんの部品は高いですよ。高いですものによっちゃ。量産してないですからね。ピットマンアームとかも高いですもん。高いですよね。あ、けど今見るとけど A2 あたりで、はい今ピットマンアームで2万9000とかですかね。あ3万円とか4万4000なんですもんね。あ、そうですか。ええでも H2 はね、もう一回乗りたい車ですね。あそうですかはい。あれは本当に僕好きだったんですよね。良かったですね、乗っててね。乗り心地が。ああ、まあワンと比べちゃうとそうですね。それはまあね、家族にしてみればあま2から1になっちゃえば、はい、嫁に言えない。殺される。奥さんって YouTube が見てるんですか？見てないです。でも家族誰も見てないんで。見てないですか？見てないです、見てないです。それもなんか寂しいとさ、言ってもないですか？やってることは知ってるんです知ってます。はい。で今日来る時も、車そろそろなんじゃないって言われて、ええあ今日行ってくるよ。どうだったの今回って言われて、なんかちょっと調子悪かったみたいだよとか。ふーん。去年の時は
ちょっと行っちゃったんだよねって言ったら、いくらって言われて、10万ぐらいかなそんなに行ったのとりあえずこれ先に一緒にしてますね。はい。ちょっとそのあれだけは皆さんにお見せして。大丈夫ですか？いいですよ。そうです。じゃあ今年はこんな感じになりました。来年はもう、綺麗な状態で終わりにしておいんですけど。ギアボックスは持って帰りますか？嫌です。ちょっと10月から行ってまいりました。気をつけてください。ありがとうございました。あとは何事ないことを祈ってます。もう信用してますから。林道とか超攻めますからね。電波の入らないところ。今熊よけスプレーだけはどうしようかなと思ってるんですけどね。ただ熊いるところなんかはね、そんないかないと思うんで。そうですよね。まあ最悪がいいか。熊よけね。熊よけ。じゃあすいません、ありがとうございます。はい、また何も電話してこないでください。はい、そうです。またよろしくと言いたくなかったですね。今。電話の手は出ないですから。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございます。久しぶり。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。いかがだったでしょうか、今回の車検動画は。もうね、よくわかんないですね。こうなっちゃうと。僕の気持ちとしてはね、40ぐらいで抑えられればいいかなーって思ってたんですが、やっぱね、パイセンね、持ってますよ。倍でしたね。87万。白目向き始めてます。今18万キロ走ってて、2周目の修繕が終わったんじゃないかな。来年からはそんなに激しい修理箇所っていうのは出ないと予想しながらですね、また1年過ごしていきたいなと。であとは長旅をですねちょっと企画してましてて、安心してですね旅に出れるので良かったかなと思ってます。キャンプとか車中泊なんですけどコンスタントに上げるように努力してきますのでご覧いただけたらと思います。で今見ていらっしゃる方でね、キャンプやられたりとか車中泊やられたりとかオーバーランドをやってらっしゃる方とか、なんかちょっと見てみようかなと思っていただけるんであればグッドボタンと、あとはチャンネル登録の方ぜひお願いいたします。で俺はアウトドアとかあんま興味ねえよみたいな、アメ車好きだけど、そういう方はですねまた来年のですね車検動画でうまい飯をですね食っていただけたらと思いますので、それまで楽しみにしていただけたらいいかなと思います。引き続き応援していただけたら本当にですね頑張って動画制作していけるので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあご視聴ありがとうございました。